今日の話はね、いやこれはもうさすがあんまりね、僕ね最近こういう口調は避けていたのですよ。今時の時代と逆行してるじゃないかと。若者にそんなプレッシャーをかけてどうするんだっていうね。でもね、こう人生の中には頑張らなければいけない時期はあるよ。なんとなく今うまくなってたりとか今活躍してる人ってのはいないよって。人が寝てる間に、あるいは人がですね休んでる、あるいはなんか遊んでる間に、やっぱりそういう人は何かをしてますよと書いてますよ。簡単に言うとね、要するに書くしかねえんだって話なんですよ。洗練されていくのってやっぱ若い時むちゃくちゃやってるからなんですよね。人の2倍3倍書いてなんぼの世界なんですよ。2倍3倍書いて初めて人より上手くなるわけじゃないですかっていう世界なんで、眠い疲れた、もう嫌だっていう人はですね、その程度にしかなりません。はい、以上。シンプルなんですよ。頑張んなきゃいけないタイミングってあるんですよ。例えば制作進行の方ねであれば、制作進行しながらじゃあ絵コンテ演出やりたいですっていうジョブチェンですよね。自分クラスチェンジしたい時にどうするかっていうと、いつものアニメの制作進行の仕事をしながら絵コンテ1本2本かけなきゃですね、その後コンテマンになれないんですよ。そのぐらいの器量っていうのかな、制作を回しながら絵コンテ1本かけるぐらいの能力なければ、その後の演出業なんておぼつかないわけですよ。何かしながら何かする、その時はですね睡眠時間だってなくなるし、しんどいでしょうよってね。例えば僕だってアニメ私塾始める時2013年ですね、普通にアニメの仕事してるんですよ。銀のさじってやつかな。銀のさじを普通に絵コンテ演出作家、200カットレイアウト書いて100カット以上原画を描くというですねことをしながらアニメ私塾の準備をしてました。アニメ私塾ね全然ダメだったらアニメの仕事を掛け持ちしながらやりゃいいやと思ってたんですよね。ほんと5人とか10人かもしれないじゃないですか、塾生さん最初だし。そしたらね80人も来たんですよ1回目で。だからこれは普通にアニメの仕事やるよりも儲かるし、これ専業で1本で食ってこうって思って普通にそこで切り替えたんですよ。そんな感じで何かやるときに何かをしながら何かをやるってめちゃくちゃ大変な時期ですよね。っていうのって結構普通にありますよ。その中で分かることがあって、でその次にじゃあこれをやろうあれをやろうっていう風にだんだん選んでいく。とりあえず面白そうだなっていうことでやる。まずは闇雲に頑張ってもダメですからね。皆さんこれ言いたいんですけど、じゃあ無理しろよ、なんか知らんけどなんかやれやお前らっていう話じゃないんですよ。つまんないことをやってもダメですよ。意味ないですからねマジでこれは。でやっぱりある程度自分がやりたいこと、得意なことっていうのを一つ軸に置かないと、頑張ってもつまんないじゃんか人生がさ。一日で一番いい時間なわけです。そのお仕事してる時間ってね、9時から9時5時ですよ。簡単に言うとね、人生の一番いい時間なんですよ。これに行きたくない、やりたくないってことはもう人生そのものを半分放棄してるのに近いんですよねっていう話なんですよ。疲れて眠いで物事解決しないですよね。なんか絵が上手くなってから漫画やアニメを描こうとする人、 iPad をねまだ買えないからアニメを作らない、漫画を描かない、何かがないから何かをやらない人、こういう人一生やんないですからマジで。今できるものからやれるじゃないですか。カリスマ天才絵描きになれないなら絵を描かないみたいな感じってことは最初から大きな見返りがなければやりたくないんだから、大してやりたくないんですよ。そういう人はね、大して好きじゃないんですよ。別に見返りなんかないんです。だってやってる間が見返りじゃん。もう書いてて楽しいというですね、書いてる瞬間自体がもはや報酬と感じられなければ多分向いてないんですよ。何か巨大な報酬がなければ自分は無理だという人はそもそも向いてないんじゃないかなと僕は思います。だって書いてないんだもんね。それは無理ですよねっていう話。それめちゃくちゃ重要なポイントで、人から強制されたりとかつまらなかったりやりたくなかったり理不尽だったり意味がわからないことってめちゃくちゃストレス感じませんか？自分で選んでやったことって全然苦にならないんですよね。楽しいんですよ。ただこれがですね人から強制されたこととなるとですね、本当につまらなくて気持ちが萎えるじゃないですか。自分で選んだことは多分無理ができるんだが、他人からやらされたことっていうのはどうしてもそれこそ無理が生じて病気になったり鬱になったり、とにかく
やられますね。人生において楽しくないっていうのは正義ではないと僕は思います。本当最後のまとめで言うと、ただ闇雲に頑張りゃいいとか人よりも何かやりゃいいじゃなくて、やっぱね楽しさを基準にね物事考えなきゃいけないし、そしたらねなんか15時間でも18時間でも若いうちだったらね、やれますよ。ただそんなにできないなと面白くないなってことは多分チューニングが合ってないんだと思う。やってることがそもそも自分に合ってないんじゃないかっていう疑い、常に自分のこれはやるべきことだったり楽しいこと、充実してることなのかということはですね、常に振り返りながらやった方がいいです。漫画を3年描いてる5年描いてるから、今までの3年5年10年が無駄になるような気がするから取り返しがつかない人結構いませんか？そういう人、アニメでも漫画でもイラストでも今までやってきたことを全否定しちゃうような気がするから、もう戻れなくなっちゃったみたいな。それ自体がさ、なんでって、そう常に変えて常に自分に対して合ってるかどうかをチューニングし続けてなんぼだと思いますんで、それを前提に頑張ってください。闇雲に頑張っても意味はありません。それだけご注意ください。その時の基準が楽しさとか、その時自分がどう思ってるかっていう、その自分の心の声に蓋をしないで向き合うっていうことが一番大事じゃないかなと思います。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。